皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の政治、自民党総裁選の動向について解説していきます。自民党総裁選は9月12日告示の9月27日本投票日です。この動画を撮っているのは16日なので、まだまだ投票本番日には時間があります。しかし、告示日から数日が経った現在においても、すでに討論会の影響が党員票に現れています。現在のところ、小泉進次郎氏の党員票が失速していること、そして高市早苗氏の党員票が伸びているという分析が出ています。討論会においては、型通りの質問もあるのですが、それだけではなく、候補者同士の質疑応答、さらには候補者に対する司会や記者からの質問などでも評価を上げ下げする回答も出ているので、党員票も少しずつ影響を受けて変動します。まだまだこれから先も討論会において評価の上げ下げは当然起こってきますから、まだまだ見逃せないと私は思います。それではまずは現状をどのように分析しているか、その根拠となる党員票の行方について読売と朝日が報じているので見ていきましょう。まずは読売新聞、自民党総裁選で高市、石破、小泉氏が競る。決選投票の公算大きく。左のグラフが自民党総裁選の情勢。党員・党友調査の結果を党員票に換算したもの。国会議員票は15日までの動向調査。同数の場合は届け出順に並べたというものです。この表の中で1位になっているのが高市氏で123票。同じく123票で石破氏。それに次いで小泉氏、小林氏、林氏、上川氏、茂木氏、河野氏、加藤氏となっています。ただし、未定未回答が議員票も党員票もかなりの数ありますから、まだまだ情勢が決したわけではありません。そして、党員調査についてなのですが、これは全47都道府県で党員・党友だと確認できた1500人から回答を得たというもので、全数調査ではありませんから、あくまでも傾向を示しているものです。党員票と並んで第一次投票時における重要なのが議員票です。こちらの方については、全体の 96% にあたる352人から意向聞き取りで確認したとのことです。こちらでは小泉氏が45人と最多で、小林氏が40人、林氏が35人、茂木氏が33人だった。高市氏は29人、石破氏は26人、河野氏は24人、上川氏は23人、加藤氏は21人で、未定と未回答は91人だった。これだけを見ると、この91人の議員票がどこに回るかというのもまだまだ勝負の行方を左右するほどの票数です。党員調査における選んだ候補に投票しようと思う理由については、政策に期待できるが 27% で最多で、改革意欲があるが 21%、人柄が信用できるが 12% で続いています。投票判断で最も重視する政策や課題は、外交や安全保障が 27%、景気や雇用が 19%、自民党改革や政治資金問題への対応が 14%、社会保障が 12% でした。討論会においてはこの調査結果をもとにして外交や安全保障、その後に景気雇用、その後に自民党の内部における改革話などに順番を持っていってほしいものです。結構討論会においては最初の方に自民党この後どうするんですかといった具合にして政治資金規正法の改革話や裏金問題といった話がちょっと大きくなりがちです。候補者が多いだけに議題の設定も結構重要なものだと思います。次に朝日新聞の報道も見てみましょう。こちらでは石破氏 26%、小泉氏 21%、自民総裁ふさわしいのは朝日世論調査。朝日新聞が行ったのは党員に対する調査ではなく、全国の世論調査で次の自民党総裁選に誰がふさわしいと思うか質問したというものです。こちらでは石破氏が 26% で首位、小泉氏が 21%、高市氏が 11% で3位となっています。この世論調査と合わせた形で自民支持層の支持率も並んで表示されています。自民支持層に対する調査がいつのものだったかちょっと入っていないような気もするのですが、そちらの方では石破氏32、小泉氏24、高市氏17といった具合にして世論調査と同じような順位だと朝日では報じています。読売の方では高市、石破氏の2人が先行していて、それを追いかける小泉氏といった形だったので、調査結果には違いが出ています。そして朝日新聞ではそれ以下の人たちに対してはほとんど横並びで加藤氏と茂木氏がひときわ悪く出ています。
続いて、政治関心の有無で見た自民党総裁にふさわしい人上位3人というような質問もあったようです。こちらの方では、政治に関心がある人では、石破氏が小泉氏、高市氏の2倍の支持を集めているというような結果となり、さらには政治に関心のない人の間では、高市氏の知名度が低いといったところから、石破氏と小泉氏が並んで、さらには小泉氏が一歩リードという形となっています。ただしこの調査結果、現在の自民党総裁選では政治に関心のある人が投票すると思うので、非関心層のようなことにはならないと思います。そして自民党総裁にふさわしい上位3人を選んだ理由、石破氏については経験や実績が47、小泉氏は新鮮なイメージが55で、高市氏は政策や理念が59となっています。石破氏は総裁選に何度も出ている関係で、いかにも経験や実績がありそうだというイメージがあるのでしょう。一方において小泉氏に対しては、経験や実績、政策や理念に対する期待というものがほとんどないことがわかります。高市氏については、政策や理念に対する支持が非常に大きくなっています。討論会の時に何を見なければならないかといえば、それは議題が設定された時の話もそうなのですが、誰かから質問された時の回答において具体的なことを話せるかといったところが私は重要だと思っています。例えば人口減少問題に対してどう対処しますかと質問された時に、少子化対策を一生懸命頑張りますといった話をするのであれば、それは理念の話であって全体的に誰も反対はしないでしょう。しかし具体的に何をするのかといったところから話を進める人の方が基本的には評価は上回ることとなります。そして各候補者の間においてあんまり差が出ないような話ではなく、結構差が出る分野における議題の時が、より誰を選ぶかより誰を評価するかに差が出てくるものです。例えば外交安全保障問題というのは今非常に重要なものです。特にロシアによる侵略によって国連常任理事国が他の国に攻め込んで領土を分取ろうとしている。まさにこのような時、中国がじゃあそれに続いて台湾有事が発生したらどうなるかといったことは非常に差し迫った問題になりつつあります。そういった時に例えば外交が大事ですよ、防衛力を高めるのが大事ですよ、いわゆるこれは理念であってその通りなのですが、じゃあ何をするのといったところで具体的な話をできるかが非常に重要です。この時に理念だけしか言えない人よりもより具体的な政策を言う人の方が評価は高くするべきですし、また評論家かよと思うような結論じゃなくって現在の情勢について解説するだけでは私は不十分だと思います。もちろん何も言えない人よりはいいわけですが、これらの議員の人たちはもうすでにある程度のベテランの域に達しているような人たちですから、少なくとも何も言えないというわけではありません。しかしそうした中においてもちょっとおかしいぞその答えといったことも当然発生しています。例えば政策面において期待されていないよといった話で朝日新聞に書かれていた小泉氏の場合だと、外交で何を訴えるか、そういったことを聞かれた時に、カナダのトルドー首相とは同年代であり、きっと胸襟を開いて様々なことを話し合うことができるだろう、新しい外交の夜明けだ的な話をしていたわけですが、それと同じ感覚で北朝鮮の金正恩もやはり同じような世代の若いリーダーであり、しっかりと話し合うことも期待できるような話をしていました。おそらくこれは街頭演説などでは、カナダのトルドー首相と同じように若さがあるんだなといったところで、周りの支持者の人たちからは温かく迎えられるような話かもしれません。しかし総裁を選ぶようなこの場においては全くふさわしいような回答ではありませんでした。一方で、経験や実績とそれなりに政策についても期待できるとされていた石破氏なのですが、残念ながら討論会においてはちょっと評論家的な発言なども目立っているように私には見えました。具体的に何をしたいか何をするかといった話ではなく、現状こういった問題があるので見直したいといったような発言なども目立っていたように私には思えるのです。ただしそれでも党員票において石破氏が非常に大きな票を得るだろうと言われているのが、彼が非政権的な立場を自民党の中で取っていたことです。自民党の支持者なんだけれども今の政権には問題があるといった考えを持っている人はそれなりにいるはずです。特に自民党政権以外でどこの野党に任せれるかといった話になった時に、どこも任せるところがないじゃないかといった声は非常に長い間くすぶっている問題です。
だからこそ、どこの政党も支持できない無党派層の人がどんどん大きくなって全体の半分以上になりつつある状況です。そうした状況から見れば、少しでもマシな選択肢として自民党を選ぶんだけれども、今の自民党政治には問題があって、今の自民党を変えてくれる人がいればいいのにという受け皿に常に石破氏が立ち位置を取っていたわけです。これらの人たちにしてみれば、ようやっと自民党なんだけど少しは変えてくれるかなといった形で石破氏を応援しているわけです。だからこそ具体的な政策ではなく見直しをしなければというだけでも現状より良くなってくれればなという期待から石破氏が支持を受けやすい素地というのがあるわけです。そういった意味では政策にいまいち具体性がなかったり、ちょっとそれどうなのという話が続いている石破氏ですが、それでもなお党員票はなかなか崩れないかもしれません。また、総裁選が始まる前に話していた金融所得課税についての言及は、総裁選がスタートしてからは強く打ち出してはいません。このあたりかなり周りから口を慎むように言われているかもしれません。一方で討論というのは必ずのように具体策を言った方がよりしっかりと総裁になる未来像を思い描いているなというのが伝わる話なので、その中でも高市氏の票が伸びているのは自然なことだと思います。今回の総裁選においては候補者が非常に多く、それだけに推薦人20人をそれぞれ確保していることから、1回目の投票において過半数を取ってあっという間に総裁が決まるといったことは全く考えられないような状況です。だからこそとにかく決選投票上位2名に残ることが重要です。今のところ小泉氏の場合だと後見人の役目を果たしている菅元総理の影響力もあって議員票については一歩リードしていると言われています。また決選投票になった場合においては関係の近しいとされる小林氏も回ってくるでしょうし、その他総裁選が終わった後の衆議院選挙における旗頭として担ぎたい人たちもまた彼を支持するでしょう。しかし小泉氏の場合だと党員票が徐々に時間の経過とともにすり減っていくような状況ですから、彼が1位2位に入りきれるかどうかは今のところ私はちょっと微妙なように思ってきています。それだけにいかにして高市氏が党員票を伸ばすといった世論調査の結果をもとにして国会議員の他の人たちがそれだったら高市氏に乗った方が勝ち馬に乗れるなと思えるような状況が生まれることが重要だと言えるでしょう。本来であれば誰が一番日本の総理になった時に日本を良くしてくれるかといったところで評価してほしいものなのですが、現実問題権力闘争の面があるのは間違いないわけで、その中でもうまい戦い方といったものをして高市氏には頑張ってほしいものです。ただし以前の解説動画でも言いましたが、高市氏の政策その全てに私が賛成しているわけではありません。反対している政策もあります。しかし私の場合だと何か反対している政策があるからといってその人を全否定するようなことはありません。そもそもどんな人間であれ政策が多く語られれば語られるほど必ずのように合わない部分はあるものです。むしろそのようなことを前提として総論として支持できるかできないかといったある意味柔軟性を持った考え方を持つことも私は必要だと思います。自民党総裁誰がなっても日本の政治は変わらないと思うかもしれませんが、必ずのようにそれぞれの人に個性があり、その個性ゆえに何を重視し何を優先的に行うかは変わってくるものです。総裁選はイコール日本の次の総理大臣を決める戦いでもあるので、ぜひともそのことを考えながら総裁選の討論会を一度は見てみることをお勧めします。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見ている人それぞれの推しの候補者といったものは違うと思いますが、私はそれはそれで当然のように誰にも非難されるようなものではないと思います。インターネット上では他の候補者に対する誹謗中傷といったものをやたらめったら行うような人がいるわけですが、私はそのような活動はするべきではないと思います。特に政策から離れてあの人の容姿がどうだとか話し方がどうだとか学歴がどうだとかそういったところでの人をけなしたりバカにしたりする行為といったものは悪い風習だと思っています。もっと政策で何を語っているのかを重視して候補者を選んでほしいなと思います。もちろんこれもまたあくまでも私の考え方でそう思うかどうかはあなた次第です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。